こんにちは。大工の翔也です。今回は天井をやっていきます。その天井の前にね、ここの2軒の銅出しが2本入ってるんですけども、これが少し下がってるんでね、この下にまずは化粧の力木を入れてね、そして天井を張っていきます。まずは力木から木作りしていきます。こういう風に力木、ましてこの化粧にするこういう木の削るときは上刃の見極めが一番大切になってきます。どうしてもこの節のない綺麗なとこを下に持っていきたいんですよね。でもやっぱりその木の動く通りむくるように使わないとダメだ。力木入れてまた下がっとったんでは何の意味もありませんから。この木は3年以上乾かしてあります。こういう完全な乾燥剤になった場合は木の癖がねしっかりと出てくれますけども、昔はねこれを生木で作ったんですね。生木ってね山から切って出してきたすぐの木ですよね。生の木を製材して、そして摘みして刻んで立てる頃に乾いたんですよね。ということはその状態の時にどう動くかを最初にもう見極めてしまわないとダメや。材料が追いつかなかったんですね。この頃はもう完全に乾かして乾燥台って作りますからね。その点は楽になりましたけどね。でもこの木は当て木って自分では言うんですけど、癖のある木なんですね。木目と反対に動いてましたよね。ということはもう木の癖通りに使ったんですけど、木の性という本当にベテランの大工でも難しいですね、見極めは。そして正以上に下刃をむくらしておきます。雪でまた3ミリ下がっても5ミリ跳ね上げてあれば下がったようには見えませんからね。最後の仕上げもんはね現場で加工してから手金かけます。2人で積んだんですけどね、やっぱ300の松材というとね100キロぐらいはありますよね。せーの。なんとか現場へ運び込んだんでね、この平門を収めていきます。収めていく言うてもね、難しい仕事はしようと思ってもできないんでね、15ミリだけ書いてこの横からスッとはめ込みます。ただ柱を書いて乗せるだけですね。そして上の方を金門で固定してやる、そういう収め方になります。そしてこの力木自体は15センチだけ下刃から見えます。15センチ上がったところが天井になるってことなんですね。でも最初の天井から比べますと15センチ低いです。もともとの天井は2650もあったんですね。このお宅の通し柱は太いんですけどね、杉の通し柱を使ってありますね。自分とこの山の木でしたって聞いてるんですけども、杉でもねやっぱ50年経ってますとね結構硬くなってます。節でもねカンカラガンです。ですからこういう節はね周りだけ潰して金づってパンパンとやればねかけてくれるんですよね。長さはあまり余裕を持たないでねいっぱいで入れていきたいんですけどね、なかなかね1ミリ2ミリ硬いと入りませんからね、1ミリだけ短くしてね入れていきたいなと思ってるんですけど、長さの隅するんでもねこの松の木上刃も下刃もむくらしてあります。ですから仮に両端直角で切るんでもまず水平の隅を打ちます。その隅上で直角に下ろして、そしてこの辰水は隅してきます。
長さが切れたんで仕上げていきます。なかなかねこういう化粧剤を作業場で仕上げてくる持ってくる道中でも傷つきますしね、まして真ん中で切ったりねどうのこうのしとる間に傷つきます。それをまた手柄でかけるぐらいなら最後に一気に仕上げる、それが普通でしょうね。そんなことないです。11月22日ですか、いい夫婦の日ですね。その日にねちょうどラジオの生出演の飛び入りのオファー来ましてね、11月22日いい夫婦ですけど大工の日だったんですね。まさかいい夫婦で自分にオファーは来るわけないですよね。大工の日でちょっとだけラジオでねお話しさせてもらったんですけど、まあそんな日があったんですね。ああ、そうですか。ありがとうございます。せーの、よいしょ。せーの、よいしょ。それでは収めていきます。4人でね人力で持ち上げます。肩入れて肩まで上げて、そして1人が入れる。結局2人で持ってるような気もするんですけども、4人でねなんとか収めます。こういうの危ないんですよね。片っぽ落としたらもう必ずバタバタっと4人が崩れますからね。入ったんか。せーの、よっ。よっしゃ入った。よっしゃ入った。そっち応援行こうか。入った。なんとか入りましたね。こんなん1ミリ長かったらもう終わりですよ。ちょこちょこっとこのビスで留めてね、上の方を耐震用の接合金物なんですけども、こういう金物っていうのも別にあるわけではないんですけどね、このビス穴の数の多いプレートを使います。別に上の胴出しで長ほどで引っ張ってボルトで引っ張ってあります。ですからこの柱自体は絶対開くことはないです。力木も外れることはないんですけどね、念のためにプレートをつけておきます。そしてこの2件の真ん中に1本だけなんですけども塚を立ててあります。少し長めでね利かしめに入れてあります。これを入れないとねもう何の意味もないんでね、上の胴出しと力を分散して2本で今度は受けてやる、そういう意味ですからね。これでまずもう下がってくるってことはないと思います。なんとか力が入ったんでね、今度は部屋の天井を張ってきます。まず下地ですね。その下地のもう一つ前に間柱っておかしいですけども、天井の下地がさも一軒で飛んでますと止めるとこがないんで、最低2尺3尺までいいんですけどね、とにかくこの天井下地がきちっと止められるように900枚に立ててやります。下地台はね、いつもの A3 角のぶちだけで踏んでいきます。リフォームの仕事でね、新築とあまり変わらないのが天井だけですね。床も壁も一からこれ直してかからんとダメですけど、天井の場合ですと水平に直した床からね定規で高さを出して、周りの下地がちょっとなかったり足したりしてやってね、何もないところに水平の下地をするんですから、新築もリフォームもさほど変わりませんね。
今回の天井はね、この2軒の真ん中に力木がど真ん中に入ってます。ということは1軒なんですね。長さは2軒あっても1軒ですから、もうむくりはね、そんだけむくらしません。3ミリか4ミリで十分だと思います。そして使ってあるボルトをしっかりと締め直してあります。羽子板とかボート類、火打ちボルト、締めれるだけ締め直しておきます。天井の上がね2階ばっかならいいんですけどね、ギアを取り込んでいます。もちろん上は瓦ですしね。昔の家は春木もさらしで面倒板が入ってます。その面倒板の間もスキスキになってますしね、結構風が屋根裏に入ってきます。風入って換気がいいって言わればそれまでなんですけども、やっぱりこの風がね、この直接天井のボードに当たるよりは断熱材をね天井上に引いてやればやっぱ違いますよね。毛布を1枚パッとかけてやれば暖かくなる、その理屈ですね。完全な断熱工事とはいきませんけどね。これでやっと天井のボード張りですね。ボード張りにはね、自分はどうしてもお助けマンが必要ですね。片手で上げて片手でビスも打ってくる、なかなか自分はこれできませんね。この天井はクロスではなくてね、漆喰塗りで仕上げてもらいます。もちろん縦方向だけの下地ですから、ボードの継ぎ手には必ずボンドを塗っておきます。それで継ぎ手が割れるってことはないですね。これで力木を入れて天井のボードが貼れました。このいつものこの締めの動画がね、今回はちょっと手違いで飛んでしまってね、なくなってしまったですから、このナレーションで締めを言わさせていただきます。これで天井はできました。以上、大工の初演でした。